アンモサ製作所です。今回は、青島さんから発売されている、アニメのサイバーフォーミュラーで登場する、ニューアスラーダ AKF0G をピッカピカにしていきます。ちょっと前から放送されている、ハイスピードエトワールに影響されて作ってみました。ぜひ、最後まで見ていってください。はい、ニューアスラーダ AKF0G です。箱の横には完成写真が表示されてます。反対側は主に注意書きです。では、内容物の確認を行っていきます。わー、なんとなくわかっていたけど、ランナーが白一色です。やはりカーモデルに近いので、塗装前提のキットになるんでしょうね。フレーム部分はさすがに黒です。あとは、色づきとクリアのクリアパーツ。最後はフィギュアの入ったパッケージが最後です。あと、組み立て解説書ですね。モノトーンで、一枚紙を打ったものになります。カーモデル初めてなのでわかりませんが、カーモデルはこんな感じなんですかね。ランナーは全部でこんな感じです。少なめ。では、作っていきましょう。それではパッケージから、ランナーを取り出していきます。このニューアスラーダですが、積んでいたわけでなく、購入してすぐ制作しています。全く作る予定もなくこれまで来たんですが、ハイスピードエトワールというアニメを見て、昔好きだった似たようなアニメのサイバーフォーミュラーを思い出し、無償に作りたくなってしまって作ってます。カーモデルは初めてなので、結構不安がありながらの制作です。でも、いつかはカーモデルも作ってみたかったので良い機会です。はい、すべてのランナーを並べるとこれくらい。少ない感じですかね。では、素組みしていきます。はい、素組みが終わりました。接着必須のキットですから、これが限界でした。タイヤは、スイングアームとブレーキキャリパーのところを接着しないと、つけれないので、このありさまです。一応、通常モードとリフティングターンモードを選択できます。アンモサは、色々見える方が良いので、リフティングモードで作ります。それにしても真っ白。素組みの確認もこれくらいにして、次の工程に行きましょう。それでは、合わせ目消しが必要な場所の確認です。まずは、このフロントノースあたりのパーツです。上下のサンドイッチ構造で、ライトのあたりの処理が面倒そうです。次は左右の、エフェクトファンのパーツです。ここは、このパーツの外側に外装があり、そっちにも合わせ目があるので、このパーツを塗装してからマスキングして、外装の合わせ目消しをします。あと、大きく引けてる箇所があるので忘れないようにマークしておきます。このブーストエンジンと、このリアウィングにあります。このリアウィングは、ほぼプラ板ですね。動画が撮れてないですが、リアボディにも合わせ目と引けもあるので処理が必要です。でも、全体的に合わせ目は少ない印象です。では、次の工程に行きましょう。接着中。接着処理中ですが、なかなか難しいですね。きっちりパーツ合わせを保持するダボがないので、指で押さえながら接着するしかない。スケールモデルあるあるなんですかね？速乾接着剤がないと厳しい感じです。他にいい方法あるのかな？引き続き、接着処理中。接着処理が終わって、筋彫りです。今回は結構、塗装が厚塗りになると思うので深く彫ります。でも、
そんなに筋もないので結構短時間で終わりました。一瞬、筋を追加するディテールアップが頭をよぎりましたがやめておきました。良い感じにできるイメージがなかったので、賢明な判断だと思っています。筋彫り中。筋彫りが終わったところで、これはありなの？ってところがありました。リアフェンダーなんですけど、ペラッペラでタイヤホールも隙間があるんです。さすがにこれはなーって思って改造しました。まずは、マスキングテープでタイヤホールの隙間の型取り。後で、現物合わせするのでざっくり型取りする感じです。型取りしたマスキングテープを使って、プラ板を切り出します。切り出したプラ板を、タイヤホールのヘリに合わせて接着。側管の流し込み接着剤を使い、手前から徐々に接着する感じで付けました。プラ板を長めに切っていたので、飛び出したところをカットして一旦終了。なんとか隙間は埋めれました。反対側も同じことをして次の工程です。タイヤホール、加工中。次の工程ですが、ペラッペラのリアフェンダーと、リアのタイヤホールをモリパテで一体化させます。はじめはプラ板で作ろうかと思ったんですが、使ってないモリパテがあったので、材料消費を優先して、モリパテを使いました。これはちょっと選択をミスった感が否めません。プラ板だと、針付け先の形状のトレースが必要なので少し面倒ではあるんですが、モリパテの削る作業は、それを超える大変さがある感じです。あと、削りカスも舞うので、しばらくはモリパテ避けたくなってます。これがモリパテを削ってるところなんですが、もう机の上が悲惨な状態です。下に集塵機を設置して使用するぐらいでないと、後片付けが大変です。近いうちに集塵機を DIY しようと思います。リアフェンダー、成形中。モリパテとの戦いが終わって、最後の加工です。パネルの合わせに沿って、スチールボールを埋めることで、リペット的な表現ができないか試してみました。ピンバイスで穴開けて、スチールボール入れるだけなのでお手軽です。アンモサは、面倒でピンバイスのドリルの長さで位置合わせしましたが、本当は測ってやった方が良いです。こんな加工を、ボディ全体にして加工工程は終了です。リベット加工中。ボディが終わって、次にタイヤです。タイヤにも、パーティングラインがあるんですね。ひたすら、240番からヤスリかけです。全然消えなくて、こいつ強い、って感じです。とりあえず地道に削って、最後に黒サフ塗っておきました。タイヤ処理中。すべての表面処理が終わって、一旦サフチェックです。リアフェンダーも良い感じになったので、これで塗装に移ります。塗装ですが、左右のエフェクトファンの外装の合わせ目消しのため、先にファンを塗装しました。大きめの円形の塗り分けは、マスキングテープの方が綺麗に塗り分けられると思います。ここ側は裏なので、そんなにきっちりやらなくても良いと思うんですが、練習と思ってやってます。エフェクトファンの、ファンと台座の塗装が終わったので組み付けます。台座側もサンドイッチ構造で、真ん中に合わせ目がありますが、塗装前に消してます。なので、組み立て解説書ではファンを挟んで接着なんですが、塗装が面倒なので、プラの弾性を使って無理やり入れます。ちなみに外装をつけると、左右を外装で覆われこれができないので、このタイミングで組み付けておきます。この後マスキングして、外装をつけて全体塗装です。今回の塗装ですが、
サフの上からすべてのパーツに EX シルバーを塗装してから、塗装色を塗装してます。ホワイトの塗装の時に、シルバー下地の方が綺麗に見える気がするのでこうしました。やっぱり多少は反射するんではないかと思ってるんですが、相変わらず根拠がないアンモさです。いつもであれば、GX メタルカラーのブルー系を使っているんですが、メタリックの粒子が粗いので、今回は調色しました。以前から、粒子の粗いメタリックはアンモさの好みではない気がしてたので、今回は、調色してどうなるか試してみました。その調色ですが、EX シルバーと GX ディープクリアを混ぜて、濃いブルーと薄いブルーを作りました。割合は概要欄に記載しますので、知りたい方はそちらを見てください。塗装も長くなるので、この辺で省略したいと思います。塗装中。その他の使用途量は、概要欄に記載しておきます。すべての塗装が終わって、デカール張りです。ボディ側は、ガンプラと変わらず普通に貼るんですが、ゴムって初めてなんですよね。それに他のカーモデルの、タイヤデカールと貼り方が違うみたい。もしかしてタミヤと青島で違うのかな？とりあえず、いつもの水転写式と同じみたいなので、普段と同じように貼っていきます。相手がゴムで、剥がれないかが心配なので、マークセッターをまんべんなく塗りました。ついでにマークソフターも追加して、密着度を期待しました。一応、こんな感じに貼ったら、なんとか貼り付いてくれたのでよかったです。乾燥後は、艶消しのスーパースムースクリアでコートして完了としました。一通り塗装は終わったんですが、今回は水研ぎもやってみました。一応、カーモデルだと思うので、なるべくデカール跡は消したいと思います。いろいろヤスリの番手使ってみたんですが、アンモサハ4000番がちょうど良かったです。削りすぎず良い感じだと思います。なので、他のパーツもすべて4000番で水研ぎして、サイドクリアを塗装してます。消えてますか？カメラからだとわかりづらいですね。水研ぎ&トップコート中。はい、すべてのパーツの塗装が終わりました。それでは、早速組み立てていきましょう。やっと最後の組み立てです。最初は、パーツ少ないのでもっと早く作れると思ってたんですが、意外とやることが多いのと、リアフェンダーの加工で時間がかかってしまいました。一応、自分の目標である1ヶ月1個はなんとかクリアできたのでよかったです。アンモサは期限の設定がないと、ダラダラしちゃう人なんです。今回の制作ですが、初めてのカーモデルで色々驚き満載でした。一番大変だなって思ったのは、パーツが接着しないと固定できないことです。リアのウィングやクリアパーツなどは、ダボとかないので手で位置合わせして、手で保持しつつ、接着剤で固定するんですが、手が動いちゃうんですよね。慣れてくると、こういった作業も苦にならず普通と感じるかもしれません。あと、このチャンネル始めてからは人型ロボットばかり作ってきたので、新鮮で、いい勉強になった気がします。いつもと違うタイプのプラモデルでしたが、思った以上に楽しめたので、これからもたまには、こういったキットを作っていこうと思います。あとこのキットを作るきっかけになったアニメの、ハイスピードエトワールですが、これを完成させる前に、終わってしまいました。賛否両論あるようですが、アンモサハ楽しく見れた方だと思ってます。サイバーフォーミュラーみたいに、もっとリボルバーストを使って欲しかったぐらいかな。そんな話はさておき、最後の組み立ても時間がかかるんですが、雑音ない方が良いかもしれないので、しばらくアフレコなしでどうぞ。
完成。なんとか、形にできてよかったです。調色したブルーの部分も、良い感じの色になったので大満足です。まだまだミスもあるんですが、伸びしろとして見ていただければと思います。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからも、色々作るのでまた見に来てくださいね。それでは、さようなら。